こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆ヨガと言います。武器とか防具を作るのが好きです。今回はフェイトシリーズに登場するエクスカリバーを作ってみました。それでは早速作り方に行ってみましょう。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは刃を組み立てます。刃の端を斜めに切るために端をマーキングします。マーキングを参考に斜めに切っていきます。斜め切りのコツですが、まずカッターの刃をオルファの黒刃というものに変えてください。切れ味がとても良くなるので切りやすくなります。ホームセンターで売ってます。あとは慣れが大事なので、切れ端なのでたっぷり練習してみてください。というわけで切り終わりました。この後、中央に芯を埋めるので、溝を掘ります。薄く切れ目を入れて、このように削ぎ落としていきます。端まで削ぎ落とします。削ぎ落としが終わりました。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。中身は鉄の棒が入っててとても丈夫です。切った園芸用の棒を接着していきます。瞬間接着剤で接着します。そしてもう一枚の刃を接着していきます。瞬間接着剤を多用してますが、すべて100均で買ってきた瞬間接着剤です。端に装飾パーツがあるので接着します。刃の組み立てが完了しました。次はつばを組み立てていきます。段差になっている箇所があるので、対象となる箇所をまずは一度このように切り抜いてしまいます。切り抜いたものを再び瞬間接着剤で接着するのですが、その際に少しずらして接着します。そうすることで段差を作ることができます。少しこのようにずらして接着していきます。ずらして出っ張った部分が邪魔なのでカッターで削ぎ落としてしまいます。そして一通りのパーツを接着します。3層構造になっていて、真ん中の層に刃の棒部分が通る構造となります。なお刃との接着は塗装した後に行う予定となっております。水道のパイプを程よい長さに切ります。動画ではパイプカッターという専用の道具を使ってますが、ノコギリなどでも切れます。パイプもカッターもホームセンターで買えます。切り出した水道パイプに COS ボードを接着していきます。今作っているのは塚の上部につけるパーツですね。こちらも順次接着していきます。そして差し込んで接着します。これにて一通りの組み立て作業が完了です。次は塗装です。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとして全体を灰色にラッカースプレーで塗ります。使っているラッカースプレーはホームセンターで200円ほどで買った商品となります。まずは刃から塗っていきます。ラッカースプレーで銀色に塗ります。端に青い部分があるのでエアブラシで塗ります。使っている塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーです。おもちゃ屋さんの模型売り場で買えます。
色を塗り分けるためにマスキングテープを貼り付けます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で買うことができます。マスキングが終わったので金色に塗ります。エアブラシを動画では使ってますが、ラッカースプレーなどでも OK です。お好みの方法で塗装してください。刃の根元にある文字のようなものを描きます。筆でミスターカラーを塗って描いていきます。次はつばを塗ります。まず銀色に塗ります。そしてクリアゴールドを上から吹き付けていきます。青い筋の部分は筆で塗りました。最後につかも同じような流れで塗装を行います。一通りのパーツを接着します。グルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買うことができます。というわけで完成です。全長は102センチ、重量は240グラムとなります。軽くて取り回しも良いかと思います。中に鉄の棒が入っているので非常に頑丈です。普通に使っている限り折れるようなことはないと思います。思いっきり振っても大丈夫です。鞘を組み立てます。まずは型紙を使って模様をマーキングします。型紙に穴が開けてあるので、その位置をマジックでなぞっていきます。できたこのマジックの点々を参考にして定規で線を順次引っ張っていきます。模様を描き終わったら、それを参考にして金色の部分に当たるパーツを接着していきます。細い模様部分を再現するために薄い COS ボードを細切りしたものを大量に作ります。それをマーキングを参考にして貼り付けていきます。線が曲がるとかっこ悪いので、しっかりピンと伸ばすようにしながら接着していきます。一通り貼り終わりました。かなり複雑な模様になっています。裏返して端を斜めに切っていきます。組み立てた時に角度がつくようにこのように斜めに切っています。熱を加えて内向きに曲げ癖をつけます。動画ではガストーチを使ってますが、ライターなどでも構いません。これまで作ってきたパーツ2枚を貼り合わせていきます。接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーですね。それらを使って接着していきます。この硬化スプレーがあると接着が非常に早くなり作業がはかどります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。貼り付けがたい箇所の接着にとてもおすすめです。ボンド G17 という接着剤でも楽に接着できます。ボンド G17 はホームセンターにも売ってますが100均にも売ってますので簡単に入手できます。お好みの方法で接着してください。これにて組み立て完了です。次は塗装です。剣と同じ流れで塗装します。造形ベースを塗ってラッカースプレーで灰色にします。そしてここからは実際の色を塗っていきます。まずは青い部分を塗ります。金色の部分を塗り分けるためにマスキングテープを貼り付けていきます。模様が非常に複雑なのでかなり手間がかかります。裏表全部で3時間ほどマスキングに費やしました。というわけでマスキングができました。銀に塗った後クリアゴールドを塗ります。色にこだわりたいのでこのような2段階に分けて塗っていますが、金のスプレーをダイレクトに塗るだけとかでも OK です。お好みの方法で色をつけていってください。塗り終わったらマスキングテープは剥がします。剣にもあった文字を書きます。設定資料にはこれは多分陽性文字と書かれてました。最後に残った部分を筆で塗って仕上げたら完成です。鞘の全長は130センチ、鞘の重量は80グラムとなります。すべて作るのにかかった時間は20時間、材料費は2500円となります。サイトで型紙データやより詳しい作り方、作業時の注意などを載せています。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載しております。
その他何か動画の内容に関して質問があればコメント欄で気軽に書いていただければと思います。フェイトの動画は他にもあります。ゲイボルク、エア、干渉爆夜といろいろありますので、ぜひそちらもご覧ください。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。Twitter やサブチャンネルもやってます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またね。